皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？私も元気に過ごしているんですが、それにしても急に寒くなりました。今日の朝の気温が5度でした。5度って私にとったら本当に体の震えが止まらないぐらい、そのぐらいの寒さなんですけど、朝ちょっと体を動かして、もう物理的に体の体温を上げて、で、温かい水、白湯って言うんですけど、それを飲んで朝を過ごしました。そうやって耐えながら今日の朝をしのぎましたが、これからはね、どんどん冬になってもっともっと寒くなるかもしれないので、毎日起きるのが大変って思ったりもしますが、そんな、どうでもいいかもしれない情報をお届けしたところで、今回はですね、お米についてお話ししていこうと思います。お米だけでエピソードって作れるのかなと思って、このエピソード案はずっとほったらかしにしてたんですよね。もうなんかずっと前からお寿司について喋ろうとか、お米について喋ろうとか、いろいろ思ってはいたんですけど、特に何も触れずに放っておいたんですけど、お米について話せることをいろいろ考えていると、あれもこれもっていろいろ出てきました。で、思ったより話したい内容があるぞと思って、そう思ったので、今回はお米について話していこうと思います。まず、皆さんお米って好きですか？またはお米を食べますか？食べる方はどのぐらい食べますか？週に1回は食べるよっていうぐらい、このぐらいの頻度の人もいるだろうし、週に3、4回、結構2日に1回ぐらい食べてるよっていう人もいるだろうし、あとは毎日食べるよって人もいるかと思います。またはね、国によって何が主食なのか、何が一番手に入りやすいか、または安いかなどによってね、いろいろ違いはあると思います。で、ちなみに私は毎日食べています。毎食朝昼晩食べるわけではないですけど、基本的には昼か夜に食べます。ランチの時間、昼食か夜ご飯、ディナーの時に食べます。そんな感じで、私はね、基本的には毎日食べています。今日もお昼に食べました。で、ずっと前にあげた朝ごはんというエピソードで、朝はパン派かご飯派かみたいな話をしたんですね。で、朝ごはんを食べるならパン、それともご飯みたいな、日本人なら一度はこの会話をしたことがあるよっていう話をしたんですが、私は今思い返せば子供の時はずっとパン派だったなって思います。で、パン大好きでね、マジで毎朝パンを食べていました。普通のシンプルな食パンを食べる時もあったし、なんか菓子パンって言って、チョコレートが入ったパンを食べたりっていうこともしょっちゅうありました。でもこの質問にもし今答えるとしたら、今はご飯派です。パンも大好きなんだけど、一生どちらかしか食べられないってなったら、ご飯を選ぶなって、お米、白米、白米じゃなくてもお米を選ぶなって思います。で、最近は結局、もう白ご飯、白米がこの世の中で一番うまいんじゃないかって思うぐらい、私の中でお米の存在が大きくなっています。で、そのくらい私にとっても、多分多くの日本人とかアジアに住んでいる方だったら共感してくれる人もいるんじゃないかなって思います。そのぐらいお米は欠かせない存在です。で、なんでかっていうと、理由は簡単で、日本の主食はお米。なのでお米を食べる日本人はとても多いし、レストランとか外食に行ってもお米はね、もうそこら中にあります。で、日本人がお米を食べてきた歴史は本当に長いです。なので今回はお米についてタイムスリップをして、ちょっとお米の歴史、日本のお米の歴史、あとはお米の作り方で、ご飯を使った料理など、本当にいろいろ、いろんなお米に関することをね、話していこうかなと思います。まずは
歴史からですね。私のポッドキャストって結構歴史から入ってるかもしれないんですけど、今回もまずは米作りの歴史から話していこうと思います。日本の米作りの歴史は約2000年以上前、弥生時代という時代に遡ります。日本の教科書に出てくる歴史は縄文時代という時代からだいたい始まります。私が学生だった時はそうですね、縄文時代という時代から始まっていたんですけど、この縄文時代というのは、狩りですね。自分たちで直接動物を捕まえて槍とか使って弓とか多分使ってその動物を捕まえてご飯をゲットしていた時代ですね。で、その次に出てくるのが弥生時代です。なのでもう教科書のめちゃめちゃ序盤、一番最初らへんからもうお米作りが始まっているんですよね。その頃から2000年以上も前から米作りの歴史は始まっていました。で、日本の歴史を振り返ると江戸時代とか戦国時代とかいろいろあるんですけど、いろんな時代を経てね、今になるんですけど、本当に教科書でも一番初めらへんに出てくるのが、もうお米の歴史なんですよね。お米を作る、技術が大陸から中国とかですね、の大陸から伝わってきて、で、定住生活が始まりました。2000年以上前までは狩りをしていた時代なので、一箇所に住んで自分のアパート、お家を建てて一箇所に住むとかではなく、動物を捕まえるためにこう移動しながら生活していたんですが、お米を作る技術が伝わってきて、なので動物を捕まえに行かなくても良くなりました。ってことはずっと同じ場所に住んでお米を作っていれば、食料が手に入るわけですよね。なので、今みたいな、ずっと同じ場所に住むっていう生活が始まって、その後村が形成されていきました。お米作りの歴史っていうのは単なるその技術が伝わってきて日本人がお米作り出したよっていうことだけではなくて、そのお米を作る技術が発展したからこそ人々の生活も変わったし、そのお米を作るための道具とかも発展していったし、お米を作って保存しておく用の蔵とか倉庫みたいな感じですよね。そういうのもどん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 もう全てお米に関連してるって言ってもいいんじゃないかぐらい文化もね、技術も発展していきました。で、その後いろんな歴史があるんですが、お米はね、通貨としても扱われていました。石高といって、米の量でどれだけ豊かか、リッチかっていうのが測られるぐらい、米っていうのは大事なものになっていきました。で、お米が給料として払われていることもありました。今だと皆さんバイトしたり仕事したらお金をもらいますよね。日本だったら日本円だし、アメリカだったらアメリカドルだと思うんですけど、そうやってお金をもらうじゃないですか。で、昔は日本は通貨ではなく、仕事をして働いてお金をもらう代わりにお米をもらっていた時代とかもあったみたいです。またはそういう仕事もあったみたいです。または税金の代わりとしてお米を納めるっていう時代もありました。今だと水を買っても野菜を買っても何を買っても消費税っていう税金がありますよね。なので日本だったら100円のものを買うとその10%なので110円払わないといけないです。この10円っていうのが消費税にあたるんですけど、こんな感じの税金がありますよね。いろいろ働いても所得税を払ったり、家を買っても固定資産税を払ったりなどなど、本当にいろんな種類があるんですけど、そんな感じでお米をね、税金の代わりとして納める時代もありました。お米を税金としてどうやって納めるのって思う方もいると思うんですけど、だいたい例えば100キロのお米を作っている人がいたとしたら、その3%とか5%ぐらいの量を、税金として納めるっていう制度もあったみたいです。なので、今も所得税とかだと、日本だと
多く稼げば稼ぐほど税金を多く払わないといけないんですけど、なので例えば年収が500万円の人と年収が1000万円の人だったら払う税金は違いますよね。所得税が違うんですけど、お米を税金として納めていた時代も一緒で、どれだけ多く収穫できたかによって、その支払う量がね、変わっていたみたいです。こんな感じで、お米っていうのは2000年以上前に大陸、中国とか、大陸側から伝わってきて、日本にその技術が伝わってきた後、文化としても住み方が変わっていって、暮らしが変わっていって、技術も発展していって、お米が単なる食料ではなく、通貨としての役割を果たしていたり、税金としての役割を果たしていたりと、いろんな歴史があって、日本の歴史文化とお米っていうのはすごく密接に関わっています。で、この歴史からもわかるように、お米っていうのは日本人の主食です。主食がパンの国もあれば、トウモロコシとか、じゃがいも、さつまいもとかの国もあるかもしれないですけど、日本はお米です。ではですね、次にお米の作り方をちょっとだけお話ししようかなって思うんですけど、あんまりお米を食べない人とか、そんなに馴染みがない人からすると、ただただスーパーに売っているパンとかパスタとか、その代わりになるもの、お米っていう感覚かもしれないんですけど、日本人ならみんなお米がどうやって作られているかっていうのを知っていると思います。その理由はですね、多分ですけど、日本人でじゃなくても、日本の小学校に通ったことがあるなら、小学校でね、自分のお米を育てるんですよ。なので、日本で小学校に通っていた方なら、一度は体験したことがあるかなと思います。今はどうなんでしょうね。私が子供の時は、そうやってお米をね、半年とかかけて自分で作っていました。作っていたというか、そういう作る年がありました。小学5年生ぐらいだったと思うんですけど、その時に自分たちでね、みんなバケツっていうのは、なんか掃除の時に使ったり、水を溜めておいたり、なんかスポンジとかを洗ったりするバケツあるじゃないですか。それを一人一個学校に持って行って、その中に土を入れて、で、米を作る用の苗があるんですけど、それをね、一個自分のバケツに入れます。で、毎日水やりをしたり、毎日観察をして、で、半年ぐらいかけてお米を育てて、で、その後に収穫して、それをね、お昼ご飯のランチとして、給食としてみんなで食べるっていう、そこまでやったことがあります。今考えるとね、そんな自分でお米を育てるっていう経験なんてなかなかできないし、ましてや農家でない限りね、人生でそう体験することないと思うので、めちゃめちゃいい体験だったなって今思えば、感じます。小学生の頃なんかみんな毎年やってるから、やらないといけないことみたいな。毎日朝学校に行ったらまずその米に水やりをしてみたいなね、もうめんどくさい、何これみたいな感じだったんですけど、今思えばすごく貴重な体験だなと思います。こんな感じで、日本人なら誰でも知ってるであろうっていうことなんですけど、普通の農家、米を育てている米農家なら、大きい田んぼがありますよね。で、その田んぼに肥料を入れたりして、米が育つ環境をね、整えておきます。で、これがだいたい春、3月とか4月ぐらいだと思います。その頃に準備をします。で、その頃に苗というものを育てておきます。ぐんぐん大きく育てばお米になっていくんですけど、その苗をね、育てます。で、その苗が育ったら田植えというものをします。苗っていうこの緑の小さい草みたいなのがあるんですけど、それをね、均等に田んぼの中にこう一個ずつ植えていきます。最近は機械があって、その一気にガーってね、同時に田植えができるんですが、昔はその一つ一つ小さい草みたいなのを土の中に手で一個一個こう埋めていっていました。この作業本当に腰が痛くなるし、めちゃめちゃ大変だと思います。
そんな感じで昔の人はね、小さい草みたいな苗を一個一個地面に埋める作業をしていたんですけど、最近はね、機械があるので、そういうのを自動でやります。この田植えの作業がだいたい5月ぐらいかな、4月、5月ぐらいにやると思います。で、お米を作るっていうのは、水がとても大事です。水の管理がとても大事で、その水の調節を間違えると、苗がね、枯れてしまったりとか、または多すぎて、なんかうまく育たないという風になるので、すごくすごく大事です。で、夏になると7月とか8月になると田んぼの、苗がね、どん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 育って、すごく緑の、なんか生きのいい、生き生きとした葉っぱたちが、こうなんか生きてるみたいに風に揺れたりしている日本の田舎の風景を見たことがあるかもしれませんが、それはね、だいたいお米だったりします。で、夏の間、水の管理などをしっかりしながら、お米が育つまで待ちます。で、秋ですね、だいたい10月ぐらいになると、お米の収穫時期がやってきます。で、この収穫時期にお米を収穫して、で、その後にお米っていう、ちっちゃいこのご飯の一粒一粒ありますよね。それを、乾燥させて玄米にします。玄米っていうのは茶色いお米ですね。皆さんが多分スーパーとかでよく見るのが白米って言って白いお米になるんですけど、白いお米の前が玄米で、ちょっと茶色いものになります。でその玄米を精製する、きれいにすると白米になるんですが、日本だと玄米も売ってるし、真っ白の白米もスーパーに売っています。これはどれだけこう削ったか、きれいにしたかによって違うんですけど、その白米が基本的にはスーパーで売られているものかなと思います。こんな感じで春、夏、秋にかけてお米はね、育てていきます。これが一連の流れかなと思います。最近でも基本はこの通りにやるんですけど、最近の日本はもう本当に夏が暑すぎるぐらい異常気象で暑いので、こうお米の成長にね、ちょっと害が出てるというか、害虫といって虫がね、たくさん湧いてお米を食べてしまったり、お米に何か危害を加える虫っていうのがたくさんいたり、またはその暑すぎて雨が降らなすぎて、水の管理がとても難しいっていうニュースを見たこともあります。その水をやらないとね、いけないんですけど、水がないんですよ。雨も降らないし、めちゃめちゃ暑いのですぐ蒸発するしっていうのでね、もう米農家さんが毎年どん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 新しい問題ができて大変みたいなニュースを見たんですけど、そうですよね。だからこの基本的なお米の育て方がもしかしたらもう数年後には違うやり方でやってるよっていう農家さんもたくさんいるかなと思います。で、こうやって育ててくれたね、お米を日々私たちが食べることができるんですが、日本でよく売られているお米って、私が今まで海外で見たことがあるお米とは違います。その理由は、品種の違いですよね。例えば、じゃがいも一つにとってもいろんなじゃがいもがあると思うし、さつまいもでもいろんなさつまいもがあると思うし、小麦とか、でもいろいろありますよね。それと一緒でお米にも種類がたくさんあります。そして日本のお米、日本でよく食べられるお米は、コシヒカリって言ったり、秋田小町って言ったりするのが日本でよくあるものかなって思うんですけど、特徴を言うならば、甘みがある。すごく甘いんですよね。日本のお米っていうのはすごく甘いです。で、甘くて、水分をね、多く含む、もちっとしたしっとりとしたお米が多いです。他の日本ではあまり見ないお米で言うと、すごく細長い、さっぱりとした水分をあまり含まないお米とかもあるだろうし、国によってどの料理に合うか合わないかっていうのもあると思うんですけど、日本のお米は、丸くて少し小さくて短くて、で、甘みがあって水分を多く含んでるっていうのが特徴かなと思います。
で、皆さんはお米って聞くとどんな料理を思い浮かべますか？多分多くの人が思い浮かぶのがお寿司ですよね。ご飯がなく、ただの生のお魚だったら刺身になるんですけど、お米に酢をビネガーを混ぜて、魚と組み合わせることによってお寿司が誕生しますよね。で、お寿司は日本の代表的なものだし、これにもお米っていうのは欠かせないものになります。で、私が思うにですよ、そんなに本当の実態はわからないですけど、高級なお寿司屋さんとかは特に新鮮な高級魚、新鮮な高級なお魚を使っているっていうのはもちろんだと思うんですけど、お米にもこだわっているっていう場所が多いと思います。そのぐらいお米が少し違うだけで味もね、だいぶ変わってくるので、お米っていうのはすごくすごく大事です。で、あとは例えば、そういう海鮮系、マグロとかサーモンとかいろんなものが乗った海鮮丼っていうものがあったり、丼物、ご飯の上に何か具材を乗せて、それを一つの料理としている丼みたいなのが日本には多いです。で、私がそれで思いつくものは、海鮮丼。で、あとは牛丼って言って、すき家とか吉野家とかの牛丼。牛肉を、炒めてご飯の上に乗せたものとかもあるし、天丼とか、天ぷらをご飯の上に乗せたものとか、親子丼って言って、チキンと卵、それをちょっと味付けをしてね、ご飯の上に乗せたもの、それを親子丼って言うんですけど、いろんな丼物があります。で、これにももちろんご飯は欠かせないですよね。で、あとは、コンビニに行って、コンビニで何かご飯買おうって思って思いつくもの、それはおにぎりがありますよね。おにぎりもご飯の中に具材を詰めたり、ご飯に何か味付けをしたもの、それがおにぎりなんですけど、こういう有名なものってたくさんありますよね。日本の料理を考えていった時に、お米っていうのは、ご飯っていうのは本当に欠かせないものだなって思います。こういう料理にいろいろ使われるっていうのもあるんですけど、日本の食卓、例えばお家で料理して食べる時は、本当にそのご飯のまま食べることが多いです。私は結構そうです。白米とか玄米とか何でもそうなんですけど、そのご飯に何か味付けをしたりとか、ご飯と野菜とかお肉を混ぜて料理をするっていうよりかは、ご飯はご飯だけ食べるっていう派です、私は。もちろんそのご飯に何かふりかけといってちょっと味を足したりとか、なんかソースをかけたりとか、いろいろあるんですけど、私はね、もうそのご飯のまま食べたりします。ご飯を使った料理っていうのもあるけど、料理の横に添えられてるご飯っていうのも、なんか日本っぽい、またはアジアっぽい特徴だなって思います。必ずしも、その一緒に全部混ぜて料理をしているわけではないっていう感じ。なんか伝わってるかな？わかんないけど、写真をね、載せておきますね。そうですね。いろんなものがあるかと思います。で、そういうその食卓、目に見えるものだったらめちゃめちゃ分かりやすいと思うんですけど、それ以外にもお米を使ったものってたくさんあります。例えば有名なもので言うと、お餅がありますよね。お餅は結構見えてるものそのままかもしれないんですけど、お餅はもち米っていうものを一生懸命叩いて、伸ばして、もちっとしたあの食感を作り出します。あの食感もちもちになるまでに、ご飯っていうかお米をね、一生懸命叩きます。叩いて叩いて伸ばして、叩いて伸ばしてっていう動画を見たことがあるかもしれないんですけど、そのように叩いて伸ばして、叩いて伸ばしてってしてできるのがお餅です。皆さんもいろんなお餅を食べたことがあるかもしれないんですけど、もし機会があるならね、出来たてのお餅っていうのを食べてみてほしいです。つきたて、こう叩いて伸ばしてっていうのをお餅をつくって言うんですけど、そのお餅をついた後の本当につきたて、出来たてのお餅を食べてみてほしいです。そのお餅は何の味付けもいらないんですけど、
当に美味しいです。もっちもちでめちゃめちゃ美味しいので、いろいろ味付けをしたくなる場合もあるんですけど、つきたてのお餅は本当にそのままが一番美味しいです。っていう、お餅がありますね。で、あとは日本酒とかもあります。日本酒は、いわゆる酒ですよね。お酒なんですけど、これもお米から作られています。一度お酒っていうエピソードで日本酒について話したことがあるんですけど、まだ聞いたことがない方はそちらも聞いてみてほしいんですけど、日本酒はお米から作られています。あとは米粉パンっていうのもあったりします。めちゃめちゃ珍しいんですけど、小麦が肌に合わない小麦アレルギーっていう人もいるし、あとはお米の方が少しもっちりしているみたいです。なので、その米粉を使ったパンとかもあるし、米を使ったビネガー、酢とか、結構いろんなね、商品が日本には売っています。お米を使ったものっていうのは、本当にたくさん売っています。で、こんなにそのお米が日本にありふれているんだったら、日本人はめちゃめちゃみんなお米を食べるんだろうなって思う方がいると思うんですけど、確かにね、食べてはいると思います。めちゃめちゃ食べてはいると思うんですけど、日本人がお米を消費する量っていうのは年々減ってきているみたいです。高度経済成長期って言って、日本の経済がね、戦後ものすごく発展、成長した時期があるんですけど、それが1960年とか70年ぐらいなんですけど、その頃には1人当たり年間118キロほど米を食べていたそうです。なので1年で、1人だいたい100キロ以上ですね、お米を食べていたそうなんですけど、現在は50キロ前後まで減ったそうです。なので、50年ぐらい前と比べると、お米を消費する量はね、半分まで減ったそうです。これは平均なのであれですけど、やっぱりその戦後、1940、50年代以降っていうのは、小麦の製品がめちゃめちゃ日本にも入ってきました。パンを食べるようになったのもその戦後だし、麺類とかもね、小麦を使ったラーメンとかパスタとかいろいろありますよね。そういうのを食べるようになったのも、本当に最近です。それまではずっとお米で生活していました。でもそれがいろいろ変わってきて、パンもあるし、ファストフードとかいろんな食べ物のね、種類が増えていったので、日本人一人が、お米を消費する量っていうのはだんだん減ってきているみたいです。でですね、食べる量が減ってきているっていうのも、問題とまではいかなくても、変化として一つ挙げられることかなって思うんですけど、あとはですね、最近で言うと物価高といって物価がどん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 上がってきて、一時ね、お米の値段がものすごく高くなっていた時がありました。今も安くなったとは言えないんですけど、お米が高くて、で、スーパーに行ってもお米が買えないみたいな時がありました。で、日本の政府は備蓄米と言って、お米を貯めています。蓄えています。で、なんでかというと、例えば日本は地震とかいろんな災害があるので、そういう災害が起きた時に、災害が起きた場所にこう支援として、サポートとしてお米を送ったりとかっていうお米を政府がね、持っているんですけど、そのお米を日本に流通させて、米の値段を下げようとか、スーパーで米が買えないから、日本の主食が買えないからもうどうしようっていろんな方がなっていたんですけど、それで政府が自分たちが持っているお米をね、売り出して、みんながお米を少しでもね、買えるようにしたりとか、いろんな問題が最近、半年ぐらい前とか、この1年間であったなと思います。で、あとは農家さんですね。お米を作っている方々の年齢っていうのはやっぱりどん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 高齢化していっていて、60歳以上の方っていうのがもうものすごく多くて。
そうなると、いずれかはお米を作らなくなっていって、日本で生産されるお米の量っていうのも、だんだん減ってきているっていうのはあるかなと思います。まあ、なので、お米っていうのは日本の主食で、美味しいよね、いろんな場面で食べることができるよねっていう楽しいポップな話題もありますけど、結構真剣に考えないといけないシリアスな問題っていうのも結構あるなっていうのが現状です。まあ、あとは先ほども言ったような気候の変化っていうのも大きく影響していて、お米を作っていても、もうなんか急に毎日40度を超えていて水がないっていう状態だったり、あとは今までいなかった害虫、虫っていうのが出てきて、今まで経験したことないような被害っていうのがあって、お米が作れないっていう状況があったりとか、いろんな、なんていうんですかね、問題が出てきているのがお米農家の現状だなって思います。ま、そんな暗いニュースで終わりたくはないので、ちょっとね、話題を変えて、炊飯器っていうものを最後に話して終わろうかなと思います。皆さん、炊飯器って何かわかりますか？炊飯器っていうのはお米を炊く用、お米を調理する、料理する用の専用の機械です。丸い、結構大きめの家電なんですけど、その中にお米とお水を入れると、もう自動でね、お米が出来上がるっていう、そういう機械、炊飯器と言います。で、日本人なら家族がいる、お父さんお母さん、子供たちっていう家族がいる家庭だと、絶対って言っていいほど、炊飯器は各家庭一つはあるかなと思います。で、一人暮らしの人でも炊飯器は絶対欲しいっていう日本人がめちゃめちゃ多いぐらい、例えば引っ越しをしたら冷蔵庫買って、電子レンジ買って、で、炊飯器を買うみたいなね、そんな方も多いかなと思います。で、皆さんがそのお米を食べる時にどうやって料理をするかわからないんですけど、鍋で作る方もいるかもしれないですけど、そういう方にはね、もうぜひ炊飯器を買ってみてほしいです。ま、これはめちゃ高くもなるんですけど、でも炊飯器があるだけで、もうお米のね、出来上がり方が全然違います。なのでね、もしね、お米好きで食べたいけど、でもいちいち料理するのめんどくさいよなっていう方は、ちょっとお金を奮発して炊飯器っていうのを買ってみてほしいです。で、私も留学していた時に、一番最初に住んだ家には炊飯器がなくて、もちろん。鍋でね、自分でお米を炊いたりしてたんですけど、毎回出来上がりっていうか、料理するのがめっちゃ難しいし、めんどくさいし、使った後に鍋にお米がへばりついて掃除するのも大変だし、っていうのでお米があんまり食べなくなっていたんですけど、ある日本人の友達からその炊飯器をもらったんですね。その日本人の友達がもう留学終わって日本に帰るから、この使ってた炊飯器あげるよって言ってもらったことがありました。で、それがマジでめっちゃくちゃ嬉しかったです。ってぐらい、もうその留学中にもらったプレゼントの中で一番嬉しかったんじゃないかってぐらい、私にとってはその炊飯器のプレゼントがめちゃめちゃ嬉しかったです。で、その後はもうほんとに毎日のようにご飯を炊いて食べていました。それぐらいね、炊飯器ってすごくお米を食べる上でとっても重要だし、美味しく食べるためにも、一度はね、これを使って家で炊いてご飯を食べてみてほしいです。で、私がそのフランスに住んでいた時に、インドネシア人の友達がいました。で、そのインドネシア人の友達が、一人用のね、本当にめっちゃ小さい炊飯器をそのインドネシアから持ってきたって子がいました。で、そんな炊飯器をスーツケースにわざわざ入れて持ってくるって、そんなことあるって思いますよね、普通。めっちゃ重いし幅取るし、っていうのでね、普通は炊飯器なんか持ってこないって思うんですけど、で、ご飯をね、普段毎日食べないっていう人からしたら、何がみたいな、そんな必要かって思うかもしれないんですけど、でもその友達にとってはお米っていうのがめちゃめちゃ大事だったんですよね。
で、私はその友達の家に初めて遊びに行った時にその炊飯器を見て、「何これめっちゃいいやん」みたいな。自分の国から持ってきた。いや、でもそれはやっぱやるべきよなみたいな、米って大事よな、炊飯器大事よなっていうのでめちゃめちゃ共感した覚えがあります。でね、そのぐらい、その子にとっても炊飯器って大事だったんだろうし、私にとってもね、めちゃめちゃ毎日の生活を少しでも楽にするために炊飯器っていうのは大事です。なのでね、何を話してんだって感じかもしれないですけど、もしお米毎日食べたいけど、料理するのめんどくさくてあんまり食べないみたいな方がいましたら、炊飯器をね、一度買ってみてほしいです。すっごい高くてめちゃめちゃ高級でいろんな機能がついている炊飯器もあるんですけど、そういうのは一旦置いといて一番気軽に手軽にできる炊飯器っていうのを一度買ってみてほしいです。で、食べてみたら、お米こんな美味しかったんってなると思います。今回はお米についてお話ししてみました。歴史から現代の課題までで、私がおすすめする使ってほしいもの、炊飯器などなど、いろんなことについて、じっくりお話ししてみました。普段何気なく食べているその一杯のご飯にもね、歴史が詰まっていたり、農家さんたちのいろんなね、努力、または技術の進化などいろいろ詰まった食文化の詰まったものだなと改めてね、私は感じました。普段あんまりお米食べへんけどなっていう方もね、このエピソードを聞いた後になんか明日のご飯はお米買ってこようかなみたいな気分になってたらね、嬉しいなと思います。で、私もお米はやっぱり毎日欠かせない、毎日食べ続けるであろうものなのでね、なんかもう一度ね、作ってくださっている農家さんにも感謝しながら、毎日毎日美味しいご飯をね、楽しみたいなと思います。お米はまあ一度は食べたことがあるだろうから、うわ、あん時食べたお米、ご飯美味しかったななど何か思い出がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。で、日本でね、旅行に行く際も、その各場所によってお米が有名な土地っていうのがあります。例えば新潟県とかもお米を育てている有名な場所だったりするので、そういうちょっと日本旅行行く際はね、なんかお米が有名な土地かどうかなど調べて、もしそこでお米が有名なら、パンじゃなくてご飯をちょっとたくさん食べてみるとか、お米はお米、ただのお米とは思わずに味の違いがあるのかななど、ちょっといつもよりも深くじっくり味わってみるっていうのもいいのかなと思います。でね、普段お米たくさん食べてるよっていう方もね、やっぱりその皆さんの国で食べるお米と日本のお米っていうのは違いがたくさんあるなと思うので、日本に来た際はね、ぜひ日本のお米を食べてみてほしいし、何かね、私の国ではこんなお米食べるよなど違いがありましたら、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。では、最後にお知らせです。現在、YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも、頑張ってほしい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからもね、一緒に日本語を勉強してもらえたら本当に嬉しいので、サポートしていただけたらと思います。ありがとうございます。では今回はここまでになります。皆さん最後まで、ちょっと長かったと思いますが、最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。では皆さん、また次回のエピソードでお会いしましょう。では皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。